こんにちは、くまこです。私は今、東京ディズニーシー、ホテルミラコスタにいます。今日は、ベネチアサイド、テラスルームに宿泊しますので、お部屋の様子やテラスからの景色を紹介できればと思います。でも、その前に、これから、ビッグバンドビートを鑑賞する予定がありますので、パークに行ってきます。パークの様子も少し紹介しますので、よろしければご覧ください。それでは早速行ってみましょう。というわけでやってきました。東京ディズニーシー。今日の天気は曇りなのに暑い。暑すぎる。とりあえず涼しいところに避難します。ということでカフェポルトフィーノに入りました。注文したのはこちら、ティラミスとピザ。熊尾と半分ずつ食べましたが、結構なボリューム。この後ランチを予約しているんだけど、食べられるかな。なんだかんだ言いながらもすべて美味しくいただきました。暑さにも慣れてきたので散歩しながら、次に向かったのはどこだと思います？リストランテ・ディ・カナレット。受付を待っている時にふと見上げると、以前宿泊した部屋が見えました。その部屋はポルトパラディーゾサイドスーペリアルームピアッツァビューダブルベッド4階。その時の部屋からの景色を少しご紹介。今後の部屋選びの参考になれば嬉しいです。今日は本当に暑いので涼しい店内は満席。テラス席でしたらすぐに案内できますよと言われましたが、意外にもスムーズに店内に案内してもらいました。熊尾はこちらのスペシャルセットを注文。熊子はまだお腹が空いていないのでメイン料理がつかないパスタセットにしました。まずは前菜、ホタテ貝とグリーンピースのムース。グリーンピースのムースはほんのり甘みがあって美味しかったです。ホタテ貝とグリーンピースは塩味があってバランスよく食べられました。次はパスタ、イカスミのタリオリーニ、エビとカニのトマトクリームソース。メニュー写真はこちらのパスタでしたが、パスタは変更できますよとのことでしたので、こちらのパスタに変更しました。イカスミはパスタに練り込まれているので歯は黒くなりません。エビも柔らかくて頭から尻尾まで丸ごと食べられました。こちらは熊尾が注文したスペシャルセットのメイン料理、牛サーロインのロースト、ライム香る赤ワインソース。ステーキを一口いただきましたが、ジューシーで柔らかくて美味しかったです。最後はデザート、2種の観音炉、レモンシャーベットとピーチ添え。フック船長対ワニのあのシーンを表現しています。可愛くて食べるのがもったいないと思いつつも完食。ごちそうさまでした。そして今日パークに来た一番のお目当て、ビッグバンドビート。もうすぐ公演が終了してしまうので、
その前に絶対見たかったんです。熊尾がチャル会員のステータスを持っているので、開演までラウンジを利用させていただきました。チャルラウンジは SNS や動画サイトへの投稿を禁止していますので、お見せできるのはここまで。ということで、開演時間になりました。鑑賞できるのはこれが最後かもしれないので、しっかり目に焼き付けます。ビッグバンドビートを鑑賞し終えて、いざお部屋へと思ったのですが、実はオンラインチェックインの手続きをすっかり忘れていて、サローネ・デラミーコでチェックインの手続き待ちです。夜はここからビギームを鑑賞する予定です。チェックインも無事に完了しましたので、早速お部屋に向かいましょう。テラスルームはこれまでにハーバービューとハーバーグランドビューには何度か宿泊しましたが、ベネチアサイドのテラスルームは今回が初めて。一体どんなお部屋なのでしょうか。楽しみです。というわけで到着しました。ベネチアサイドテラスルーム。お部屋は他のテラスルームと同じですね。お持ち帰りが可能なお花、エコバッグ。強いて言えばコーヒーメーカーがないくらいでしょうか。お隣のベッドルームはこんな感じ。こちらも他のテラスルームと同じです。テレビ台の下にパジャマが2枚。そしてバスルーム。こちらも他のテラスルームと同じ。特に違いはありません。もらって嬉しいアメニティたち。お土産に最適。プラスチックコップ。クマ子お気に入りのバスタブレット。このバスタブレットを浴槽に入れるとこんな感じ。色も香りも大好き。クローゼットにはバスローブが用意されています。最後はトイレ。広々しています。さてさて、気になっていたテラスへ出てみましょう。この部屋のテラスは半分が屋根付きでした。天気が崩れても安心です。壁に囲まれているのでプライベート感満載。周りの目を気にせずにテラスで過ごせます。ということで、このお部屋の番号と位置は5348号室でした。
そしてテラスからの眺めはこんな感じ。どうです？素敵ですよね。眼下にはベネチアエリアの景色が広がります。ポルトパラディーゾサイドより静かで、パークの景色も気になりません。と、ここまでは完璧なように思えますが、実は、この部屋のテラスはこのように二重の柵があります。多くの立派な柵は身長158センチメートルのクマコの肩ぐらいの高さほどあります。実際の見え方はこうなります。下はこのように柵の隙間から見るしかありません。しかもこれが限界。これより下は見ることができません。では、先ほどの映像はどのようにして撮影したかというと、このように高さ30センチぐらいの踏み台に乗って撮影しました。危ないので、良い子は真似しないでね。夕食はオチエアノのブッフェ。サローネ・デ・ラミーコでビリーブを鑑賞するため、早めにサクッと済ませました。食事を終える頃にはだいぶ日が沈んでいました。部屋に戻ると昼間とは景色が一変。ライトアップされて幻想的な景色が広がっていました。ところがこの直後、天気が急変。大粒の雨が降ってきてしまいました。この雨でビリーブはどうなるのか。とりあえずサローネ・デ・ラミーコに行ってみることにしました。すると、ビリーブやりますよ。どうぞ。ということで昼間のこちらの席に案内してくれました。ここからビリーブの映像が3分ほど流れますが、窓ガラスに付着した雨水の水滴に光が反射して見づらい部分や眩しく感じる箇所があるかもしれません。ご注意ください。Everybody's got a dream, somewhere hiding in the shadows. It might start like a little seed, but it can blossom like a rose. もうピーター、ロンドンに帰るのかと思っていたのに。君にもう一つ楽しい場所を見せたくてさ。ここは特別なんだ。ちょっとマイケルは寝かせておいて。二人とも疲れてるから。あ、見て、君の願いじゃない？俺のは？あっちにも。俺のはない。みんな、何を見ているの？願い星だよ。誰かが心から願いをかけると、ここに星が。そうしたら、ほら！願いは叶った！私もあなたみたいに。この外を出て、外の世界を見てみたいわ。いつか行ってみたい。この夢の部分。
やめてはいけないんだ。そうね、ピーター。もう一度信じれば、願いは必ず叶うのね。おはようございます。翌日は快晴。今日も暑くなりそうです。朝食はベラビスタラウンジでいただくことにしました。この時間はちょうど開園時間でしたので、ウェルカムグリーティングが見られました。ベラビスタラウンジの朝食はビュッフェ形式で、品数が豊富というわけではありませんが、一品一品が丁寧に作られている感じがします。どの料理もすべて美味しいです。そしてベラビスタラウンジといえばこの景色。朝食のルームサービスをテラスでいただくのもいいのですが、ベラビスタラウンジでこの美しい景色を眺めながら優雅な時間を過ごすのも好きです。今回ベネチアサイドテラスルームに宿泊して分かったことがあります。それはコスパがかなりいいということ。スペチアーレの客室の中ではお値段がお手頃なのにサローネ・デ・ラミーコも利用できて朝食もついています。お部屋からメディテレーニアンハーバーは見えませんが、サローネ・デ・ラミーコやベラビスタラウンジを利用すれば全く問題はありません。他のテラスルームに比べると予約も取りやすいのでおすすめですよ。ということで今回はベネチアサイドテラスルームを紹介させていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。今後も皆様に楽しんでいただけるような動画を作っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。